こんにちは。チャプターズブックストアスタッフのななみです。はい、今日は初めて私のお家のキッチンからのお届けです。萌野さん家すっごいおしゃれですよね。私のお家すっごい普通なんですけど、今日は大好きなこちらチーラーメンを作ります。はい。なんで急に辛ラーメンっていう話なんですけど、この前萌野さんがそうめん食べながら爆買いした本紹介するみたいな動画上げてたじゃないですか。あれが人気の爆買い動画よりすっごい伸びちゃって、こう麺類はねやっぱりみんなを救うのかというので、私もそれに便乗して麺をみんなに届けたいという思いから嘘です。違います。ですね、私この辛ラーメン好きなんですけど、辛ラーメンといえば韓国です。で、せっかくなら韓国文学を紹介しようかなっていうので、今日の動画は韓国ラーメン食べながら韓国文学に思いを馳せる回です。私辛いのもラーメンもめちゃくちゃ好きで、辛ラーメン本当に大好きなんですけど、食べ過ぎちゃうと最近こうむくみがひどかったり、あとニキビにすぐなっちゃったりするんで、だいぶ食べる頻度を考えてはいるんですけど、それでもやっぱり今週頑張ったわって時には食べたりします。ちょっとね、準備を。皆さんは辛ラーメン食べますか？私本当に大好きで、どのぐらい好きかっていうと、ちょっと待ってくださいね。じゃじゃん、このぐらい好きですこの前遊びに行ったところでたまたま見つけて、この辛ラーメンのガチャガチャを一緒、やばい、めっちゃ可愛いこれがどうしても欲しくって、大人でよかったなって思いました。いっぱい回しました辛ラーメンの何が好きかって、入れちゃった、火薬に椎茸が入ってるんですよ。それがいい味出してる。本当に最高。辛ラーメンはちゃんと辛さの奥に旨味があるっていうのがもう推しポイント。そうで、ちょっと食べ方にこだわりがありまして、私の辛ラーメンアレンジ1、こちらです。じゃじゃん、スパム。厳密にはこれスパムじゃないんですけど、同じポークランチョンミートで、私はチューリップ派。チューリップの方が割とあっさりしてる。で、最近カンカンじゃなくてこれプラスチックカップになったんですよ。それがめっちゃありがたい。捨てやすいですね。で、もう一個私のポイントはこちらです。卵。私はラーメンには溶き卵を入れるのがすごく好きで、これは茹で上がる30秒前ぐらいに入れるのがこうとろふわな感じで美味しいです。なんでスパムを入れるっていう話なんですけど、この前初めて火鍋を食べに行ったんです。したらそのいろんな具を選べるじゃないですか。その具の中にスパムってあって、みたいな、火鍋にスパム入れるんですかみたいな、すっごい衝撃で、元が味結構濃いんで、もっとねこういう火鍋の汁って濃くなるのかなとか思ったんですけど、いい豚の旨味が染み出て、もう最高に美味しくて、で辛ラーメンにも入れていいじゃんと思って最近入れ始めました。カロリーは気にしませんね。もうちょっとしたら茹で上がるけど、1個することを忘れてました。私はもう激辛が大好きなので、ただ最後はどうしても卵で閉じたい。そんな時にね、辛さ和らいじゃうんですよ、若干。なのでこれを入れます。鷹の爪。中途半端に残ってるの使わないので、いつも1個入れちゃいます。最初に入れなきゃいけないんですけど、ちょっと喋るのに夢中で忘れてました。
私最近最高の器を見つけたんです。見てください。今日はこちらを使います。じゃじゃん。可愛くないもうずっと探してたんです。このラーメン屋さんのラーメン丼。この前本当にたまたま見つけて1200円で買いました。最高。しかもこうちょっと深い感じ、スタイリッシュなデザインがめちゃくちゃツボで、今めちゃくちゃ愛用してます。大事に嬉しいじゃあそうこうしてるうちにできたので、ネギは忘れてダメです。このカロリーをね、ネギで帳消しにします。できました。辛ラーメンスペシャルじゃあ食べてきます。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ辛くて美味しかったです。今日ももしよかったら皆さんもスパム入れるやつやってみてください。はい、じゃあ今日は韓国文学、韓国の小説、エッセイを3作品と、あと韓国を舞台にして書かれた日本人作家さんの小説1個をご紹介していきたいなと思います。まず韓国文学の方から、じゃじゃん。珍しく単行本です。1個は文化なんですけど、本当にたまたまなんですけど、最近韓国文学手に取るタイミングが重なって、私あんまり韓ドラ見ないんですけど、ドラマだと韓国ってすっごいきらびやかじゃないですか。すごくいいマンションに住んでて、ファッションもおしゃれでこう恋愛キュンキュンみたいな感じが多いのかなっていうイメージなんですけど、小説とかエッセイの方は割としっとりめが多いかなと感じていて、あれだな、有名なのだとちょっと前に話題になったトッポギ食べて死にたいみたいなエッセイも、こうちょっと精神的に不安定な女性がカウンセリングに通って自分を見つめ直していくみたいな話だったりとか、今からご紹介する3冊も割とこう自分を見つめるとか、そういうところが通じてあるかなと感じました。どれから紹介しようかな。こっちからにしよう。はい、まずこれです。チョン・イヒョンさんの優しい暴力の時代という短編小説集になってます。タイトルがおしゃれじゃないですか。すっごくいいなと思って、いろんな話があって、最初から不思議な感覚が漂ってるんですけれども、これは1作目はミスチョと亀と僕っていう話で始まるんですけど、シャクシャクっていう猫を飼っている僕と、あと岩っていう名前の亀を飼っているその僕のお父さんの元恋人の2人が主人公で進んでいく物語です。すっごく不思議な関係性の2人で、不思議なペットを飼っていて、で不思議な雰囲気が漂う不思議な物語です。はい。で、総じて不思議なんですけど、この1個目の話から。でもその後のどの話も抱えている傷とか、誰かを傷つけてしまったりとか、そういう傷をテーマにしたストーリーになっていて、その傷をどう乗り越えていって次前に進んでいくかっていうのが描かれています。これは明るくなれたりとか元気をすごくもらえたりっていう話じゃないんですけど、こう自分が落ち込んだりとか何か悲しいことがあった時、前に進めなくなった時にまた次に進むための一歩の踏み出し方をちょっと教えてくれるような話になってます。で、これ書いた作家さんの言葉っていうのが後半少し綴られてるんですけれども、なんでこの本を書いたかみたいな、ちょっと読むと、今は親切な優しい表情で傷つけ合う人々の時代であるらしい。
礼儀正しく握手をするために手を握って離すと、手のひらが歯でスッと切られている。傷の形をじっと見ていると、誰もが自分の歯について考えるようになる。そんな時代を生きていく。私によく似た彼らを理解するために努力するしかない。書くしかない。小説で世界を学んだのだから、私の道具はただそれだけだ。っていう、時代を理解するためとか、そうなんだ。今を生きていく人たちを、そういう人たちの心とか傷とかを少しでも救うきっかけになったらいいなみたいなところで書かれてるのかなって思うと、この作家さん本当に素敵な方だなと思い、チョン・イヒョンさん、ね、あんまり海外の作家さんの本を何冊も読む、同じ作家さんの本を何冊も読むっていうのはそんなにしたことがないんですけど、このチョン・イヒョンさん覚えました。この方の本は他にもあるのかな。あるな。2004年他人の孤独っていうので文学賞、マイスイートソウルっていう長編小説がドラマ化もしているそうです。読むのがたくさんありますね。でも全部タイトルが素敵だな。君は知らない今日の嘘、ロマンティックな愛と社会、ロマンティックな愛と社会、読みたい、はい、という感じの優しい暴力の時代、とても素敵な本でした。次は韓国エッセイからいきます。これは好きに生きても大丈夫というユン・ジョンウンさんのエッセイになってます。これは結婚して子育てをされている女性のエッセイなんですけれども、テーマが完璧じゃなくて大丈夫っていうところで書かれてて、すごくいい妻にならなきゃ、いいママにならなきゃって自分のためっていうよりかは周りのために頑張りすぎちゃって、いつも自分のことは後回しにしちゃってるけど、そういう自分を抱きしめてあげようっていうようなことが書かれてます。私は全然独身ですし子供もいないんですが、将来どうしようかなって悩んでる。キャリアとかそういうところじゃなくて、プライベート、いつ結婚するのかなとか、そういう漠然とした将来について悩んだりとか、ちょっとした焦りを抱えたりとか、そういうことがある人にはすっごくおすすめできる本です。これ私すごく刺さった話があって、どこだったかな。あった第4章、寂しさにとらわれないためにっていう、可愛いですよねこれちょいちょい挿絵が挟まってたりとか、こんな感じでするんですけど、結婚しなくても平気っていう文があるんです。結婚されてる方が結婚しなくても平気ってどういうことだって思って読んでみたんですけど、ここですね。これ結婚しなくても平気で、これちょっと読むと衝撃だったんです。結婚では寂しさを解消できないと思う。自分と同じくらい至らなくて弱点だらけの人と一緒に暮らすのが結婚生活って書いてあるんです。私これ読んで、結婚楽しくなさそうだなって思っちゃって、マジかとか思ったんですけど、その次が素敵で、頼りたくて寂しくて年を取って不安で友達もみんなしているから結婚するんじゃない。目の前にいる人との未来が描けるとき、誰にも見せたくない素顔をさらけ出しても平気な人に出会えたとき、一緒にいて一番自分らしくなれる気楽な人に出会えたとき、そういうときに結婚するのがいいのだと思うっていう風に書かれていて、ですっと心が軽くなったんですよね。そうだよなみたいな。私今年26歳で、周りもぼちぼち結婚しだす。でもう早い子だと子供も何人かいてしっかりお母さんしててかっこいいなって思う中で、私ね、彼氏もいないし、もう結婚なんて
またその先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 の話だしっていうので、みんながそういう話があるからちょっと焦ってるみたいなところがあって、なんか最近ずっとモヤモヤしてたんですよね。でもこの本を読んで、そうだよなみたいな、結婚ってみんながするからするもんじゃないよなっていう、当たり前のことなんですけど、それをまた感じさせてくれるきっかけになって、すごく心が軽くなりました。幸せになるために結婚するんじゃなくて、自分が幸せになるための選択肢の一つとして結婚っていうのがあるっていう風に書かれていて、もう実際にその結婚されて、でお子さんもいて子育てもされてっていう方のその言葉っていうのはすごく説得力があるというか、私は結構この本読めてよかったなっていう風に思いました。いいですよね。副題もいつも人に気を使ってばかりで自分を見失ってしまったあなたへっていう、ソファーで寝転がってる表紙で、本当になんかこう自分のことをギュッて抱きしめてあげたくなる読後感です。はい、じゃあ次、はい、カステラという小説です。これも短編小説になってるんですけど、海外文学ってよくこう見慣れない言葉が並んで、タイトルが並んで、タイトル買いってなかなかしづらいんですけど、去年の年末、福岡の安本屋さんで爆買いをした時に、韓国の、本の棚があって、そこでこう置いてたのにカステラっていうすごく聞きなじみのある言葉がドンって書かれてるので惹かれた。表紙めちゃくちゃカステラなんですけど、裏もなんか幽体離脱してるみたいなカステラですこれもう一個買った理由が、帯がすごく強烈で、この一冊で僕はハルキストからミンギュイストになった、やれやれ。ミンギュイストって何って思って、村上春樹さんはね、日本を代表するで世界でもすごく有名な作家さんでいらっしゃって、ハルキストたくさん世の中にいらっしゃる。私の母もハルキストの一人なんですけど、それからを超えてミンギュイストになる、すごいんだろうなって思って気になって、感想としてはよくわからなかった部分がありつつも、なんかこうちょっと癖になっちゃうのがあって、1作目が表題作のカステラっていうので始まるんですけど、これは大学生の男の子がすっごくうるさい冷蔵庫と共に暮らすっていう話なんですね。で、もう本当に夜眠れないぐらいうるさい冷蔵庫、ブーンってずっとうなっちゃって寝不足になっちゃうぐらいうるさい。だからその大学生の彼はどうにかしてこの冷蔵庫を静かにさせようとあれこれ試すんですけど、ずっとうるさいけど、こういろいろその冷蔵庫を静かにするためにあれやこれやとしていくうちに、ちょっと愛着が湧いてきちゃって、せっかくならその冷蔵庫を使いこなしてやろうっていう視点になっていくんですね。で、使いこなすだからこう収納を充実させてすごく使い心地を良くするとか、そういうことかって思ったら全然そういうことじゃないんです。こう好きなものを冷やしておけば長期保存できるんじゃないみたいな。冷蔵庫の導入によって新鮮な状態を保ち続けられるようになったり、あとこう塩漬け保存っていうのが減ったりとかいうので、食中毒だったりとかがんになっちゃう率っていうのがすごく減ったっていうので、そういうところから好きなものを冷蔵庫で冷やしておけばきっと新鮮な状態、綺麗な状態で長期保存できるんじゃないっていう、知り合いのアドバイスがあって、彼は大好きなガリバー旅行記をまず冷蔵庫に入れるんですね。で、悪くないなっていうので味を占め、いろんなものを入れていくんですけど、好きなものから本当にいろんなものを入れていくんです。
次第に人とかあと国とかみたいな、理解できない、なんかそもそも入るのとかそういうとこじゃなくて、彼は入れちゃうんですね。もう本当に意味がわからなくってだから人入れるとか何みたいな、死んじゃうのこの人っていう、少しこうホラーな要素があったりハラハラしちゃって、ちょっと読み進めるの怖かったんですけど、その兄弟作のカステラしかり、その後の話全部ちょっとホラーっぽいひんやりした怖さみたいなのが全体的に漂っていて、でも最後の最後には心がこうじわっと温まる感じで終わるっていう、そのギャップにちょっとやられてしまって、それがこう癖になっちゃって、次の話も読みたいってなっていく、すごく不思議な一冊でしたね。私ホラー本当にダメなんですよ。すっごくビビりでなんですけど、そんな私でもギリ読める感じの怖さけど、最後にはちょっとじわっとあったかくなって終わる。ずるいなっていう本でした。怖さっていうかちょっとゾクゾクする感じが好きな方はこれすごく好きだと思います。で、そんなちょっと怖めの本でありながら、私さっき気づいたんですけど、カステラっていうタイトルじゃないですか。表紙開いたらめっちゃカステラなんですで、中黄色の紙で始まってて、でめっちゃカステラですよね。こういうなんか韓国文学って表紙とか想定もそうですし、こうところどころの挿絵だったりとか、あとフォントも結構こだわってる、細部のこだわりみたいなのがすごくあって、お部屋に飾っとくだけでもいいなって思ったりします。はい、カステラでした。気になる方読んでみてください。ちょっと中毒性ありますね。で、最後に日本人作家さんが書かれた韓国を舞台にした短編小説ですね。はい、これは私 Kindle で読んだんですけど、石木さゆりさんの光を描く人という小説になっております。これはとってもいい本ですいろんな国に行くんですよ。5個の話が並んでるんですけど、1作目は韓国で、2個はどこだ、モンゴル、あとフィリピン、ミャンマー、アジア5カ国を回る話なんですけど、全部がアートがテーマになっていて、でせっかくなんでその韓国を舞台にした話をちょっと紹介すると、美大の事務職のお仕事をしているけどアートには全く興味がないエリコっていう女性、女の子と同じ大学の油絵科の助手として働きながら、自分も絵を描きながら生計を立てているっていう、海ちゃんっていう女の子2人が登場人物になってます。で、この2人はある日公園で拾ったハングルで書かれた住所録っていうのをきっかけに2人で韓国旅行に出かけるんですね。その住所録を交番に届けても仕方ないっていう発想になって、それを韓国に住んでいるであろう人に返しに行こうっていう旅に出るんですけど、素晴らしい。本当に旅のワクワクが止まらないのもそうですし、やっぱり韓国舞台にしてるから韓国グルメ出てくるんです。キムチ食べたりとか、あと韓国焼肉食べたり、サムゲタン食べたり、そういうのもすごく美味しそうだなって思うし、アートがテーマってさっき言ったんですけど、本当に読んだ後美術館にめちゃくちゃ行きたくなります。私全然アート詳しくはないんです。本当に中学高校で習ったぐらいの知識しかないんですけど、ただぼんやり絵を見に行くっていう行為がすごく好きでなんですけど、もうちょっと詳しく知りたいな、アートのこと、この作家さんのこと、なんでこういう絵を描くことになったのか、もっともっと知りたいっていう気持ちにさせてくれる本でした。はい、他にもめちゃくちゃ魅力がたくさんあって、結構行く国々で
国際的な社会問題だったり、そういう人種差別だったりっていうのを考えさせられる部分もあったりして、一石二鳥どころか一石五鳥ぐらいしてる、本当に旅にも出たくなる、ご飯も食べたくなる、アートにも触れたくなる、そういう社会性の勉強にもなる、もうなんかいろいろ詰まっちゃって、みたいな、もう大満足な一冊です。これはそうだな、新しい趣味を探してる人にもいいですし、それこそアートちょっと気になってるけどよくわからないとか、アート好きだけど全然知識がなくって、人に美術館行くのが趣味なんですって言えない人、私とかにすごくおすすめの本で、そのね、韓国の舞台の話は、特に美大で事務のお仕事してるのにアートに全く興味がないっていう主人公の女の子が、その旅を通して少しずつアートに興味を持ち始める。その旅が終わった後に、友達の海ちゃんが絵を描くんですけど、彼女はあの時見た風景とかをこういう風に落とし込んでこう描いてったのかなみたいな、彼女なりのやっぱ解釈ができるようになっていくっていうのがすごくいいなみたいな。絵の解釈ってやっぱり描いた人の思いはあるとは思うんですけどね、いろんな解釈の仕方があっていいと思うし、いろんなところに感動していいと思うしっていうのをすごく感じさせてくれる一冊で、それは本も同じだなって思うんです。やっぱり作家さんはこういう思いを書いたのかもしれないみたいなのあると思うんですけどね、やっぱり読む人によって面白かった、面白くなかった、ここが良かった、いや私はここが良かった、いろんな楽しみ方があるっていうのもまた感じさせてくれるところがあって、すごく楽しかったです。で、ちなみに今月チャプターズは本を読んで旅するっていうワールドマップブックストアとして本を読んでいろんな国に旅行に出かけた気分になれるっていう本を3作品ご紹介してるんですけど、1作品はこの石木さゆりさんの光を描く人になってます。もし気になる方はぜひその本チョイスしてみてください。以上、韓国文学、そして韓国を舞台にした本でした。お楽しみいただけましたでしょうか。ぜひ本屋さんで手に取ってみていただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。